光秀の本性。どうする家康に学ぶ日本史。実は冷酷で非道だった。明智光秀については近年、織田信長の長年のいじめに耐えかねた悲劇の反逆者と評価されることが多い。しかし実際に残された資料を詳細にたどってみれば、光秀という人物が冷酷で非道だったことが分かってくる。本能寺の変を引き起こした明智光秀という人物の本性に迫ってみよう。明智光秀の出自には謎が多いが、一級資料の時継狂記には、光秀は古くから室町幕府将軍の足利義輝に仕えていたことが記述されている。光秀は細川藤孝や三淵藤秀と共に義輝を支えていたが、三好三人衆に義輝が惨殺されてしまう。光秀らは義輝の弟で出家して一条院門跡となっていた角慶を救い出し、織田信長の力を借りて15代将軍義昭とすることに成功する。光秀は取り次ぎ役として義昭と信長の間を取り持って頭角を現していくのである。やがて光秀は義昭と信長という2人の主君に仕えることになる。三好三人衆が信長の留守を狙って京都本国寺の義昭を襲った時、光秀は得意の大筒で三人衆を撃退している。ところが信長と義昭が犬猿の仲となると、将来性のない義昭をあっさりと見捨てる冷酷さを光秀は見せている。さらに光秀は共に義昭を支えてきた三淵藤秀に手を差し伸べることもせず、切腹に追い込んでいる。光秀はイメージとは異なり、冷酷で出世欲も強く、出世するためにあらゆる手段を用いている。近年では和田家文書という新資料が発見され、比叡山焼き討ちは信長が消極的であったにもかかわらず、光秀が主導したことが分かっている。光秀は逃げ惑う女子供まで全て逃さずに切り殺したのである。これを契機に光秀は信長に重用されるようになる。また金ヶ崎の軒口では羽柴秀吉らとしんがりを務め、得意の鉄砲を駆使して活躍している。信長と武田勝頼が戦った長篠設楽原の戦いでも、織田軍の大量の鉄砲を調達したのは光秀だと言われている。そのため光秀は信長に仕えて短期間で織田家中の筆頭格にのし上がっている。そして光秀は織田家中では初めて自身の城の建設を信長から許され、琵琶湖湖畔に華麗な沢山城を完成させている。光秀はこの頃から将来の天下取りを見据えて、客人を沢山城に招いて接待している。この時点で光秀は織田家古株の羽柴秀吉の3倍の知行地を得ていた。ところが光秀を上回る要領の良さと信長に媚びを打って秀吉が急速に頭角を現していく。光秀が丹波攻略で成果を出せば、秀吉は中国の毛利攻めで成果を出して筑前守の官職を受けている。筑前守とは、秀吉が中国地方に続き九州攻めも信長から任されたことを意味する。
焦った光秀は賄賂を配るなどして日向守という官職を手に入れて、以後これと日向守光秀と名乗っている。光秀は秀吉には絶対に負けられないという対抗心を燃やし続ける。光秀は秀吉が中国地方の攻略に専念するのに対抗して、四国の長宗我部氏とのパイプを広げようと画策するが失敗する。結局光秀は秀吉の中国攻めの後方支援を信長に命じられることになる。秀吉との出世争いに敗れた光秀が最後に取った起死回生の一手こそが本能寺の変であったのである。織田信長は明智光秀と羽柴秀吉を競わせるという手法によって急速に天下布武を成し遂げることができたのだが、最後はその手法の悲劇的な犠牲者となったと言えるのかもしれない。